皆さんこんにちは。こんにちは。 DTU の村戸です。はい、今回ですね、また素敵なゲストにお越しいただいてます。チームゼロ所属の北村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、Twitter とかやってる方はね、多分知ってると思うんですけども、インターハイ個人ランカーです。で、新体連も全国大会優勝してるかな。そうですね、去年ですよね。はい、もう今現在はね、社会人としてやられてますけれども、ずっとやってきた選手です。で、今回なぜ来てもらったかというと、今僕動き方の基本の木みたいな動画出してるんですよ、何個かで。今後出そうと思ってるのが回り込みと飛びつき、大きく動く、めっちゃ動くからなので今回は飛びつき、なかなか多分うまく飛びつけない方が多いんで、飛びつきのやり方をちょっと実践を交えてね、見本を見ながら気をつける点とかやっていきたいと思いますので、皆さんぜひ大きく動くのは絶対大事なのでやってみてください。なので今回は飛びつき、次回は多分回り込みをやっていきたいと思うので、ぜひ皆さん参考にしていただければと思います。それではよろしくお願いします。お願いします。はい、多分前半で島村選手が飛びついてるシーンがあったと思うんですけど、この動きなかなかできる人今いないと思うので、どんな練習やったんですか？多球練習でやっぱりバック回り込み飛びつき、これは多球では欠かせない誰もがやるやつあとはフォア飛びついてバック飛びついて、フォア飛びついてバック飛びついて、無限に飛びつきみたいな死ぬやつね。はいで、この飛びつきの動き、島村選手左利きなんで、左足に溜めるとか、僕たちで言えばこう右足に溜めるじゃないですか。で、足を交差させながらこうやって飛びついてるんです。この動きはなかなか多分できないらしくて、どうにもちぐはぐになるこうなっちゃったりとかするので、飛びつく上での注意点というか、動きはこれ基本のキーなので、こう構えたところから最初この動作やって、上半身どれぐらいでやって打つ時にどんな動きをするのかっていうのを皆さんに伝えていきたいと思います。今動画で多分流れたやつはバックサイド立って、フォアに来たボールを、これなんですよね、サイドキルぐらいのボールをドンって下がらずに飛びついたと思うんですけど、最初のちょっと構える位置にしようかな。はい、こっち来たって言ったら松島さんどうします？まず左足を一歩ちょっとだけフォア側に行きたい方なしですね。動きたい方なしです。僕であれば右足かです。はい、動きます。交差させて、これなんですよね。左足出した時点で上半身はひねるんですよね。これがまず大事です。そこからなんですよ。そこから多分大きく飛べない人がすごい多いんですよ。ここのためが重要ですね。飛ぶ時、そこでいかにどれだけここで止めれるかが鍵かなと思います。まずその練習だけすればいいのかな。そうですね。で、多分できない人ってこの一歩目がなかなかいかないんですよ。その場でこういってこういってそんな気がします。
最初の半歩が出ないですよね、はい、行きたい方の足をまず出す、上半身ひねる。この時かかってる比重って左足何パーぐらいかかってます？ 90% ぐらいかかほぼほぼかかって僕はますよね。でそれがかけちゃっていいです。飛ぶんで次。つま先親指の付け根ぐらい。おお、親指の付け根に重心かかってるイメージ、はい、でグーってひねってあげたら上半身を戻しながら出すんですよね。そう腰を。そう、このストレッチのイメージなんですよね。これがなくてそのままいくとなるので、打つ時は正面向いていく。打ち終わった後も普通の回転に戻る。平行足になるんですよ大体。飛びつき終わった後にですぐ戻ると。そうです。できてきたらさっき言ったようにバック回り込みフォア。バック回り込みフォア。これもやばいよね、鉄板無限ループ。無限で死ねるやつなんでぜひやってほしいですね。一番最初はさっき言ったように溜めて飛ぶだけみたいな動きの練習だけした方がいいかな、飛ぶ方向って意識してます？基本的に前に行きますね。後ろに行っちゃうとこう平行足に戻れない。すごいきついボール来ちゃってもう取るのは精一杯の時はしょうがないですよ。でも基本的には斜め前に向かってスイングしてるのが一番いい。大事にしてるのは3歩目の、僕の場合左足なんですけどがこう外に向かないようにおお、なるほど。っていうのを意識したい。はい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 。と言っちゃうと絶対もうここから体勢崩れちゃうんで、行きたい方向につま先が向いちゃわないようにそうそう助ける。なるべく相手の方を向いた状態で出してあげてひねるというのをちょっと注意して、ぜひ皆さんこの飛びつきやってみてくださいね。これは若い選手は絶対やった方がいい。そうですね、動けるうちにやっとかないとそうなかなかできないので、身につけば体に染み込んじゃえばもういくつになって多分できるできると思うんですし、多分そのちっちゃい動きがこう横に動きながら打つものなのでできて損はないはずなので、そうですぜひ皆さん飛びつきという技術ね。できない方結構多いと思うので、ぜひ基本の機能一つとしてやってみてください。はい、今回こんなところで終わります。島田さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。